現時点今は12時37分で3月の25日でございます。商社株はこの数週間でものすごく上昇してます。で、この原因はおそらくほとんど原油とエネルギーの上昇だと思います。皆さん、この商社株の一つ一つの株を見ていきましょう。例えば、まず一つが三井物産。三井物産がなんと3月の1日からこの3週間前まで 20% と上昇してます。住友がもっとすごいですよ。ここ3月の、9日ぐらいからですね、約 20% ぐらい上昇です。もっと速いスピードで上昇してます。三菱の方も見ると、3月の初めぐらいから、ここも約 17% 上昇です。丸紅の方も見てみると、ここも3月の7日ぐらいから 18% ぐらいから上昇です。最後に糸中ですね。糸中の方も見ると、糸中が多分それほど上がってないんじゃないかな。10日ぐらいから 11%。やっぱりコモディティと一番あんまり動いてないですね。だけど特にこの4つの商社が大きくと上昇していて、これどうするの？ダウン。という質問が多いです。はい。皆さん、商社株をまず見ていて、ほとんどの商社株は来週に配当を払います。で、配当を払う前に買っている投資家たちも多いかなと思ってます。一つずつ見ていきましょう。三井物産の方を見てみると、配当の利回りを見ると、3.86% ですね。で、3月30日に X ディビデンドデートになります。これやっぱり PSR も PR も非常に低い銘柄なので、バリュー株という認識であります。で、三井物産の方を見ると、特に週足の RSI がかなり高くなってきましたね。86です。で、86の方をこの10年間で見ると、これ以上高かった時ってほとんどなかったので、僕は実はこれは今少し危険かなと思います。はい。次に住友ですね。住友の方もここ RSI が非常に高くて10年ぶりの高さになっています。住友物産のこちらの、ファンダメンタルを見てみると、3.62% 来週配当を払う。大体同じようなファンダメンタルですね。多分配当の前にいろんな方が買ってると思います。三菱の方も見ていきましょう。三菱の方のこちらのファンダメンタルも見てみると、今は配当利回りが 2.97 です。もうちょっと低いですね。ですけど、三菱の方の RSI がややここは三井と住友と比べて RSI 週足の方がそれほど高くないですね。まだ10年ぶりの高さには行ってはいません。はい。次に丸紅ですね。丸紅の方もここ RSI が非常に高いですけど、だけどまだちょっと余地が残ってますね。まだ10年ぶりの高さには上っていないように見えます。丸紅のファンダメンタルを見ていきましょう。こちらは 3.23% 来週も配当を払います。ほとんど全部 PER、PSR 同じようなもんですね。0.3 から 0.5 ぐらいの PSR で PER が5倍から10倍ぐらい程度です。全部バリュー株です。だけど、これは特にやっぱり原油と大きくと動いていると思うので、原油の動きも今見ていると、まだちょっと危ないような感じはしますね。はい。例えば今原油を基礎として三井と比べてみると、やっぱりこの週足の相関係数が 85% 高いっすよ。これ住友もめちゃくちゃ高いっすよ。 91%、 三菱の方も 89%、 丸紅の方も 92%、 糸中もなぜか一緒に上昇してます。全部ここめちゃくちゃ高いです。で、特に原油の方は今先物カーブがバックワードデーションになっていて、今の5月の価格がずっと未来の価格より高いので、今すごい相場が強欲になっているのではないかなと思います。なのでこういうような、商社株に投資していて、どういうふうに何をするべきなのか。まず皆さん、長期投資として僕も実は投資をしています。で、実は前回のビデオではこの2つに注目してたんですね。三井と住友でものすごく上がりました。この3週間で 20% ぐらい程度上がってました。で、まだここは長期的には僕は好きです。コモディティのトレンドはまだ強いと思う。コモディティは今後は上昇す
するとも。だけど、今ちょっと上がりすぎているのではないか。RSI を見ても、どうしてもこれ10年ぶりの高さです。なので、長期投資のポートフォリオでまず少しだけこのポジションを縮小しようかなと考えています。はい。一緒に投資してきた人たち、おめでとうございます。すごく素晴らしい長期投資でした。全部売るわけではないですね。20% ぐらい程度、今は、はい、少し利益確定してもいいかなと思っています。それと、短期投資の方で、実はリスクヘッジだと思います。これからもし原油が下がるとしたら、原油の方でリスクヘッジをするべきですね。今みたいな時に、原油が、発生点となっているとき、もし原油が急に5、10、20% 下がるとしたら、この商社株はもう転落すると思います。なので、そのリスクヘッジのために僕は北海原油、それとかニューヨーク原油の方を CFD の相場でリスクヘッジとしてこれから売りを、考えています。